で、案外ね、自分はすごく礼儀正しく気をつけてますっていう人ほど、他の人からしてみると失礼だったりすることってあるんですよ。私なんかしょっちゅうやります。ペンネーム三村さん、20代の女性の方からいただいたお悩みです。大愚さんはじめまして。いつも動画を拝見させていただき、人生を豊かにするための勉強をさせていただいております。私はつい最近大失恋をしました。それを転機に今までの自分の人生を見つめ直し、大愚さんの動画や本や人との出会いからいろいろな学びを得ようと頑張っています。しかしながら自分とはそう簡単に変われないもので、日々の中で前向きな自分、悲観的な自分、悪魔のような自分が入れ替わり立ち替わりしており、その度に成長していない自分に落胆してしまいます。自分のことを振り返って考えると、このままでいいのかと疑問に思います。私は礼儀を重んじるタイプなので、初対面で非常識な人と判断すると、それ以上深入りするのはやめようとか、学ぶことではないとか、すぐ切り捨てるような考え方をしてしまいます。逆に人格的に尊敬できる方には、自分の対応をすごく丁寧にしたり、仲良くなりたいと積極的になります。でもこの対応は人によって態度を変えており、学べることや人とのつながりを狭めていくようなことではないかと思ってきました。すべての人に平等に接することができてこそ立派な人間であると思います。他人に厳しすぎる自分に嫌気がさします。これからどのように考え方を改めて人と接していけばよいのでしょうか。今の自分によりよく生きるためのアドバイスをいただけたら幸いです。最後まで読んでくださりありがとうございます。仏教伝道協会というところから出ている、仏教聖典というブッダの教えを分かりやすくまとめた本があります。この本の中から女性の生き方という一節を紹介したいと思います。世の中には4通りの婦人がある。第一種の婦人は些細なことにも腹立ちやすく、気まぐれで欲深く、他人の幸福を見てはそねみ、施すことを知らない。第二種の婦人は腹立ちやすく、気まぐれで欲深いが、他人の幸福を恨み、妬むことがなく、また施すことを知っている。第三の婦人は心広く、みだりに腹を立てない。また気まぐれでもなく、欲を抑えることを知っているが、しかし他人を羨み、妬む心が取れず、また施すことを知らない。第四の婦人は心広く腹を立てることがなく、欲を抑えて落ち着きがあり、そして他人を羨まず、また施すことを知っている。という4人の女性、4種類の女性の姿が紹介されています。今ご紹介した女性の生き方という、女性のあり方についてですけれども、この4種類の女性というのは、決してそのどの女性が一番優れているというその比較を示していることであって、どの人が一番いいという読み方をしてはならない教えだと私は思っています。どういうことかというと、女性にはこのような女性がいる。つまり、このような心の成長
段階があるという理解をしてほしいんです。すごくいいことを思ってても、時に腹を立ててしまったり、すごく自分がこんな女性になりたいと思っていても、いざとなるとそうなれなかったり。これはもう極めて真っ当な人間です。それが悪いということではないんです。どの女性が一番いいというより、そのような成長過程があり、そのような多くの人が持ってしまいやすい心の在り方というものを率直に指摘をしている、そのような教えだと理解してください。三村さんの問題は、人間とはこうあらねばならぬという固い信念を持っていることなんです。で、信念を持っているっていうことは、いいことじゃないですかって思うかもしれませんが、間違った信念を持つと、この間違った信念が生きづらさをその人にもたらすことになります。普通はこうだよね。こうじゃなきゃいけないよね。こうあるべきだよね。そういうあり方をしてない人ってダメだよね。自分に対しての一つの理想像というものを掲げる。これはいいことです。でもその理想像を他人に対しても強要する。これは傲慢にしか過ぎません。他人に対して腹立つとか、あの人の態度が気になるとか、それはイコールね、自分がこの人のようになってはいけない、このような人間になってはいけないって、そう堅なに思っている恐れ。このような人間になったら嫌われてしまうって自分が思っている恐れの裏返しが、他の人を見たときに、自分の信念と反する行動をとっている人を見たときに、攻撃となって出てしまうんです。よくお嫁さんとお姑さんの相談をいただいたりするんですけれども、お姑さんがね、もうお嫁さんに対していちいちね、あの人、あの子は、ものすごい細かいことをあげつらって批判をなさる。でも自分が嫁として初めて嫁に来た時は完璧な嫁だったのかって言ったら、まあそうじゃないんですよね。だけれども、自分もまたお姑さんに、まあお嫁さんにこうやって言われたりとかね、お母さんから嫁に行くんだったらこうだよ、こうしなきゃいけないよって言われてきたことが、自分の一つの心情となって、その心情から外れた行動をしたり、その心情から外れた態度を取ったりしたら自分は嫌われてしまう。ダメになってしまう。その恐れが他人に対して向いてしまっているという状態。これが三村さんの問題です。処方箋。三村さんに対しての処方箋は、理解と請願という二つのキーワードです。自分と他人は違いますね。育った環境も違えば、信念として持っていることも違う。他人が取る行動が自分の信念に反する場合、腹が立つ。嫌い。嫌だ。生理的に受け付けない。で、そう思うわけです。でもそれは自分の物差しを持って他人をやっぱり見ているときなんですね。確かに腹は立ちますよ。だけれども、その腹立たしさというのはどこから出てくるのかということを理解してほしいんです。あ、この自分が今腹が立ってる、嫌だと思ってるという感覚は、自分がこういう態度を取るのは失礼だろうということを自分に一つの信念として持っているがゆえに、その人の取っている態度とか
失礼な感じというものが嫌になって思えるということを理解してほしいんです。で、案外ね、自分はすごく礼儀正しく気をつけてますっていう人ほど、他の人からしてみると失礼だったりすることってあるんですよ。私なんかしょっちゅうやります。私は自分がその礼儀正しく丁寧で失礼なことは人に一切やりませんって、そんな人だと自分は思ってませんけれども、そうありたいと思ってます。だけれども意外に自分が一番失礼だったりします。人の話をちゃんと聞きなさいって言っときながら自分が一番人の話聞いてなかったりします。そんなもんです、人間って。理解をするということ。なぜその腹立たしさが起こってくるのかということを理解するということ。そしてもう一つ、正眼を持つということですね。正眼。これは三村さんも、私の一問一答をいろんなものをご覧になって、自分ももっと心を広く持たなければいけないなっていうことをやっぱり感じてくださったのであれば、そのような心広き人間になりたいってやっぱり思うわけですね。だけどこの心広き人間になりたいっていうことで、もう二段飛ばし三段飛ばしで一気にそのような女性になることってのはやっぱりできないんです。だから今すぐそのような心広き人間になりたいと思ってなれなくてもいい。その代わり正眼を持ってほしいんです。何度でも正眼、誓いと願いですね。こういう人になりたい。こういう人になりたい。こういう人になりたい。いかんいかん。こんなふうに思ってしまった。でも私はこういう人になりたい。それをね、何回失敗してもまたそれを反省して、そういう人になりたいっていう願いを持つことです。そう。だから、心広き女性になりたい。なれてない自分がダメだって思うんではなくて、そのような女性に今はなっていないけれども、そのような女性になりたいって思い続けるということですね。これが正眼です。私今お寺にいてね、お寺のお檀家さんといろいろお話しさせていただく機会ってあるわけです。で、いろんな方々がいらっしゃいます。で、特に私のいる福厳寺というお寺は、もともとその曹洞宗という禅宗のお寺なんですけれども、私のそのお師匠さんの代、もう40年前ですけど、先代の住職の代に、もう先代の住職がもう何宗、要するに曹洞宗とか日蓮宗とか真言宗とか、もうね、その何宗って言ったって、もう一般の人たちにはもうその区別もわからない。で、その何宗っていうんじゃなくて、もっとね、仏教徒としてお釈迦様の教えっていうものの原点回帰をしようということでですね、そのお寺の檀家制度っていうものを全部解散をして、そこの土地にたまたま生まれ育って、その土地にあったお寺の檀家に、反強制的になるということじゃなくて、自分がこのお寺にお世話になりたいと、このお寺と関わりを持ちたいという自分の選択で、お寺と関わる、そのようなね、その檀家制度ではなくて会員制度の寺として広く門を開いた人だったんです、先代の住職が。で、それをずっと引き継いでいて、私もそういった極めてオープンにね、場所が離れていようが、昔からその地域の人じゃなくても、別に同じ曹洞宗の宗派じゃなくても、もう幅広くいろんなところから自分がここのお寺を自分の心のふるさととしたい。で、そういう方々のためにですね、お寺を開放して、檀家制度ではなくて会員制度のお寺という形式をとっているお寺なんですけれども、なのでね、もう宗派を超えて地域を超えていろんな方々が会員として関わってらっしゃるんですよ。で、そういう人たちの、オープンなある意味でお寺なんですね。でね、それに対してやはり昔からのお檀家さんの中にはそれを批判的に見る人たちっているんです。よそのものを受け入れてね、
昔からの檀家を大事にしてないとか。大事にしたいって何をもって大事にしたいのかわからないんですけど、単純にやっぱりもう妬みを持たれる方ってあったりするんです。それから私も、何度もこの一問一答でも話してますけれども、昔からお寺のお坊さんにだけはなりたくないと思って飛び出していって、で自分で事業を起こしたり、会社経営をしたりとかっていうことをやったりしてるもんですから、それをね、揶揄してね、お師匠さんはもう本当に坊主丸儲けでね、金儲けをやってるっていう批判をなさる方もあります。それからこの福厳寺という私のいるお寺は、一切お寺の立て直しをしようが何をやろうが、一切の強制的な寄付っていうのはないお寺なんです。自由寄付で自分でお寺さんにね、これ使ってくださいってご寄付してくださる方はあるんですけれども、もうお寺を建て直すとかそういうことに対して一切ね、強制的にあなたは会員だからとか檀家だから必ず一口いくら以上でご寄付を出しなさいという、そういうことを一切やらないお寺なんです。その代わり限られた人に多くの負担がかかるっていうんではなくて、多くの人たちが少しずつ負担をしてくださることによって支えられていくお寺っていうものを作ろうということで、そういった試みをしているお寺なんですね。で、それをね、逆に逆手にとって、わしら何も寄付をしてないのに、お寺がどんどん綺麗になっていったり良くなってる。裏でよっぽど坊主丸儲けしてやがるんだなっていうことの陰口を叩く人もいるんです。でね、そういったことは、やっぱり時々私たちの耳に飛び込んでくるんですね。昔はそういうのたまらなく嫌だった。私の父親であり師匠には直接はお檀家さんは言わないわけですよ。悪口言わない。でも私の母親とか、私みたいな小坊主でね、子供には法事に行った時とかね、おい、今度お前んとこの親父に言っとけって言ってね。で、お前ら坊主ばっかり丸儲けしやがってみたいなことを面と向かって言ってくる人もいました。ね。とか本当に心ないことを言ってくる人たちもやっぱりいました。でね、なんてことを言うんだって昔はやっぱり思ってましたけれども、でも幸いにして私も小さい時から、仏の教えにやっぱり触れていたってこともあってね、いやそういうことを言われても右から左へ受け流すと、上から下へ受け流すというようなことができるような人になりたい。ちくしょうあんなこと言われて、ちくしょうあんなこと言わせて本当に腹が立つ。だけれどそういう腹が立つっていうことも受け流せるような人になりたい。それはもう本当これだけというか、かなり福厳寺もね小さくないお寺なので、いろんな職業の人、いろんなお檀家さんもいらっしゃるわけですよ。そうするとね、もういちいち襟好みしてられませんでしょ。でやっぱり深く話してみると、やっぱりいい方もいらっしゃるんですよ。見てくれとは関係なく、本当にすごく丁寧ですごく人格者のように見えてね、わっとお寺に来て見えないと思ってゴミ捨ててかれる方もあれば、本当にね口調も荒くて態度も一見荒々しくてひどいような人に見えるんですけれども、いざとなるとものすごい優しいとかね、ものすごくなんか協力してくださったりとかね、台風があってお寺の木が倒れたりってあった時にね、もう雨びしょびしょになりながらその倒れた木を撤去して片付けてくださる方もあったり、でも普段はねものすごい憎まれ口叩いて態度も悪いし一見失礼に思える人なんです。でもね、本当人は見た目によらないなっていうこと、やっぱりここにいると痛切にいろいろな人たちに会いますから、それを感じさせられるんです。でもそんな中でね、いろいろな人たちとお話しさせていただく中で、お寺に時々いらっしゃるあるおばあちゃんがいらっしゃるんですよ。でこのおばあちゃんがね、お寺の時報って言って会報を定期的にお送りしたり、私もいろんなところでいろんな記事を書いたりするんですね。でそういったものをね、おばあちゃんご覧になるんでしょうね。それでね、住職さんこの間のお寺から来た新聞読みましたと。毎回私ねそれ読ませていただいて、で私なんか小学校しか出てないもんだから、学もないしね、本当頭も悪い人間なんだけれどね、毎回そうやってお寺の新聞に書いてくださる一つのコラムを読ませていただいてね、本当この年になって恥ずかしいけれども、
その自分の心がいかに狭くてね、いかに人間として年ばっかり食ってね、心は育ってないっていうことに気づかされてね、本当この年になってね、そういうことを勉強させていただくっていうのはありがたいことですわって。棺桶張る前にね、までにちょっとでも私ね、まともな人間になって死ねたらいいと思うんですみたいな話をねしてくださる方があるんです。でその方いつもね、もう本当に住職さんね、いろんな人がいろんなことをおっしゃるけれども、私はわかる。私は住職さん一生懸命やってくださっているのはわかる。だからね、どんなこと言われても頑張りなさいよ。どんなことをね、言っとっても頑張りなさいよって言ってくださるんですね。で、それを聞いてね、皆さんいろんなこと言う人あるんだって、未だに思うんですけど、でもね、もう、そのおばあちゃん87、88になられるかな。もういっつも私に会うといいことを、声をかけてくださるんですよ。ねえ、いつも励ましてくださるんです。そしてそのおばあちゃんが、今私の書いた、そういったお寺からの新聞の中にある記事を読んでね、死ぬ前にね、ちょっとでもまともな人間になって死にたいって思ってるんですって、その言葉を聞いたら、私もやっぱり自分が僧侶でありながら、こんなところが気に食わない、こんなところが自分のって、やっぱり自分を責めることあります。でも、そのおばあちゃんからいつもね、気長にちょっとずつ自分の誓願に向かって歩んでいければいいやということでね、いつもほっとさせられるんです。そんなんでね、ちょっと取り留めのない話をまたしてしまいましたけれども、理解と誓願、ぜひね、自分の他の人を見たときにカチンときてしまう。それはどこからその気持ちが出てくるのか。それを理解してほしいんです。自分が人一倍こうあるべきだ。こういうふうな態度を取らない人は失礼だ。自分はそういう人間になりたくないって思っているがゆえに、その思いが強いがゆえに、それが裏目に出てね、人の攻撃になってしまう。その原理を理解してほしい。その上で、自分がなりたいと思うような素敵な女性ね、そういう女性に自分はなりたい、心広い包容力のある女性になりたい、そういう女性に今すぐなれなくてもいいと。ただ、先ほどのおばあちゃんのようにね、棺桶に入る前に、までに、ちょっとでもまともな人間に、心広き女性になれればいい。でもその願いと誓いだけは絶対に忘れないというつもりで、少しずつ自分の心を成長なさっていけれればいいんじゃないでしょうか。ちょっと前に大失恋をなさったということなんですけれども、大失恋をした人間ほど素直な人はいないと思います。心の痛みを味わった人間ほど人に優しくなれる時はないですよ。本当にそういう人はいないですよ。だから今三村さんね、本当に静かに冷静に素直に自分の心の幼さが見えるんだと思うんです。だから余計自分を責めてしまうと思うんです。でもまだ恋愛の傷があるという一番この時が心がピュアで、心が本当にこの無垢の女性のような汚れなき心であると私はそう感じます。なのでね、ぜひね、理解と誓願ということを紙に書いて、手帳に書いて、腹が立ったら、ね、自分が自分に対して情けないなと思うことがあったら、その理解と誓願という言葉を何度も見直して、そして誓願に向かって一歩一歩焦ることなく歩んでいただければと思います。応援しています。頑張ってください。